尾瀬の日光キスゲも悪くないが、ここ霧ヶ峰の日光キスゲは富士山や八ヶ岳、北アルプスをはじめ南アルプス、中央アルプスなどそうそうたる山々に囲まれ、それだけでもすでに絶景である。鹿の食害で数と規模が縮小してしまったのは残念だが、朝日や夕焼けに照らされる日光キスゲはまた格別だ。そして何より天空のドライブロードヴィーナスラインを駆け抜けるのは、想像するだけでも心が躍る。1年に200日以上霧に包まれるという霧ヶ峰。それだけに晴れた初夏の景色は筆舌しがたい。それではまずヴィーナスラインで一番美しいコース、霧ヶ峰の霧の駅から富士見台まで、空と雲と大地を感じるショートドライブをかましてみよう。前半霧が出そうになるが、後半雲の動きと隙間の青空が素晴らしい。途中一瞬霧に包まれるかと焦ったが、雲の間隙を縫ってなかなか素敵なヴィーナスラインドライブだったと言えよう。だが7月海の日の3連休を甘く見てはいけない。この快適なドライブのほんの30分後、車山形駐車場を先頭に駐車場待ちの長蛇の車列の大渋滞が発生するのだった。車山形へは仕方なく歩いていくことにする。考えようによっては徒歩でスイスイ自動車をごぼう抜きできるまたとないチャンスだ。3連休の中日という状況であると同時に、車山形の日光キスゲの見頃のため発生したこの渋滞。霧ヶ峰からは2時間、富士見台からは1時間の渋滞だ。
実はこの渋滞が延々と午後4時過ぎ頃まで続くとはこの時点で知る由もなかった。10時頃になってようやくこの渋滞を見かねた警察が交通整理に動き出したようだが、焼け石に水に思える。30分前に颯爽と走って通った S 字カーブ。見るも無残な団子状態である。霧ヶ峰の日光キスゲの群生は車山の周り、黄色の枠の内側にある。鹿よけの電気柵に囲まれて守られている。以前のように野原一面というわけにはいかなくなったというのが現状だ。まずは車山方の日光キスゲの群落を見に行こう。あの丘の向こう側にヴィーナスの丘という景色の良い場所があるはずだ。話には聞いていた通り、車山方の日光キスゲはまず鹿よけ柵で仕切られ、人は感電しないようにロープによって別に仕切られた小道を歩くように誘導されている。したがって日光キスゲは最低3メートル離れたところに咲いているという状況だ。そういう点では尾瀬の場合、木道の傍らにひっそり咲く日光キスゲや木道を覆い尽くさんばかりの日光キスゲの群落の距離とは比較にならない。相変わらず渋滞状況は一向に改善されないが、天候の方は急に風が強くなり、立ち込めていた雲を蹴散らしてくれたおかげで快晴になりつつある。800ミリクラスの望遠レンズを抱えた野鳥狙いのカメラマンたちが大勢見える。のびたきを狙っているらしい。早速素人ながらもにわか野鳥ウォッチャーと化す。ひな鳥の餌を巣に運び入れたいのだが、天敵に巣の場所を見つけられないように辺りを警戒して、天敵が見ていないのを確認して地面に作った巣に入るのだと教えてくれた。加えている餌はガかまたは蝶だろう。全然その気はなかったのだが、車山の頂上の真珠のような観測所に心惹かれ、車山に登ってみることにした。
すでに標高1800メートルの車山肩から40分弱で百名山の一座を制覇できるのならいい話ではないか。実際なだらかなスロープで息も上がらず楽勝だった。体力的に余裕があったので途中で出会った知らない植物も撮影してしまうほどだ。とりあえず撮影してネットで調べるという作戦だ。イチゴのような葉に桜のような花びら。調べてみると岩金梅ということが分かった。そしてこれは苦戦した。画像検索により伊吹蛇構想と判明した。すごい。これはキバナヤマオダマキという舌を噛みそうな名前だ。天気も良く2000メートル近くの高原なので気温も涼しい。日本百名山の3割以上がここから見えるという絶景のポジションでテンションも上がり疲れるわけがない。とりあえず三角点にタッチ。遠くからはマッシュルームが真珠のように見えた観測所はもはやイスラム寺院のモスクにさえ見えてきた。メッカにあるカーバ神殿は反時計回りに回って礼拝するのだが時計回りに回ってみよう。そして奇妙なことにモスクのそばに神社があり、天空の神社、天空の癒しろ地。しかも青空に向かってそそり立つ4本の白い柱はギリシャのパルテノン神殿を彷彿とさせていた。古事記日本書紀によればイザナギとイザナミの間に生まれた山の神大山積の神、そして大国主の子供の神巫女神である竹見中田の神が祀られているという霊験新たかな由緒正しき神社だそうだ。諏訪神社の御柱祭と同年に車山御柱祭が行われるらしい。何の気なしに登った車山の山頂ではモスク風観測所、パルテノン神殿風御柱、見事な天空の鳥居、和洋中東のシュールな組み合わせの異次元世界が堪能できるのでおすすめだ。反対側の白樺湖方面からはスキー場のリフトを使って登頂することさえできるイージーな山だ。2回乗り継いで往復2400円ということだ。愛とは束縛ではなく情をかけることであるといった哲学者はプラトンだったか。相変わらずヴィーナスラインは渋滞中だが、また歩いて車をごぼう抜きして駐車場に戻り、富士見台の日光キスゲの群落も見に行ってみよう。富士見台の日光キスゲ群は駐車場のすぐ上にある。キスゲが咲く丘の小道は鹿よけの電気柵があるため400メートルほどで行き止まりになる。夕焼けを撮影するまで時間があるので突き当たりまで行ってみることにすると、そこで目を疑う光景と出会う。目の前がソーラーパネルで通電している電気柵なのだが、その向こうわずか十数メートル先に鹿の群れが草をはんでいるのが見える。その数ざっと15頭くらいか。
彼らが全力で日光キスゲを貪り食ったら、そりゃあ全滅の恐れが出てくるほどなくなるわけだ。自然界の微妙なパワーバランスを垣間見た気がした。夕暮れ際に最後の輝きを放った太陽の照り返しで、日光キスゲがパーッと華やいだ後、霧ヶ峰の丘はやがて夜の帳に包まれていくのであった。鹿よけの電気柵の扉を開け、雨と夜露に濡れた丘に入る。車山方の遊歩道と違い、富士見台の方の丘は電気柵の中に遊歩道があるので、日光キスゲなどの植物との距離感はこちらの方が断然近い。夜中の雨で星空は見れなかったが、朝方には晴れ上がり、釜無川に沿って雲海も見える。日本百名山の3割が見れてしまうという展望の朝を迎えた。富士山に似たシルエットの立科山、北八ヶ岳。八ヶ岳。そして富士山。雲海を挟んで正面が南アルプスで、甲斐駒ヶ岳、北岳、千丈ヶ岳などが見える。北アルプスは奥穂高、唐沢岳、北穂高、大木列島を挟んで槍ヶ岳、常念岳。まあ、やはり富士山の姿は別格だ。至福の絶景を眺めつつ、アールグレイを飲んで、しばし朝食タイムというのはこの上ない贅沢な時間だ。渋滞が始まる前に最後のヴィーナスラインを楽しもう。